皆さんこんにちは。このチャンネルは老後の田舎暮らしを夢見る私たち夫婦が160万円で購入した80坪の別荘地に手作りで家を建てながら、そこを拠点に移住計画を立てたり、山菜採り、渓流釣り、狩猟、菜園といった田舎ライフを楽しんだりする動画をお送りしていきます。家は基本的にはオフグリッドで行きます。水だけはちょっとどうしても健康にも関わるので水道を入れてしまったんですけど、電気は入れずにソーラーパネルで賄おうと思います。暖房は薪ストーブですね。この倉庫も DIY で作ったんですけど、家作りが始まっちゃったのでちょっと中途半端で終わっちゃってますね。最初は飼い犬と遊べるドッグラン付きキャンプ場を作ろうっていう発想だったんですけど、だんだん話が大きくなって、老後に都会を離れて田舎暮らしをするための家を自分たちで作ってみようということにいつの間にかなってましたね。今思えば結構無茶苦茶な発想だったかもしれないですけど、後悔はしてないです。後悔をする暇がないですね。家づくりを始めてからとにかくやらないといけないこと、考えなきゃいけないことがものすごく多すぎるんですね。設計図も自分で鉛筆で描いて建築士に相談に行ったんですけど、素人が基礎工事から家作るなんて絶対無理だからやめなさい、無謀すぎるって言われましたね。作業を進めれば進めるほど家作るのって本当に大変なんだなって実感してます。すごく細かい作業をたくさんやらないといけないので、楽しんでやってるので苦ではないですね。写真ね、待って、じゃあこれはい、それでは家の間取りを紹介をしていきます。まずこの平屋のお家なんですけれども、玄関はこの右側のここですね。玄関のドアをこうガチャッと開ける感じです。玄関をガチャッと入って、ここから居間です。この最初のこの辺りがキッチンですね。で、流しをつけて、水がここで使えて、流しが使えるような感じにしていきます。で、反対側行って、この辺に薪ストーブを置きます。薪ストーブがこう火がモラモラモラって燃えながら、こうみんなで火を見ながらビールを飲んだりとか、そういったスペースに、くつろげるスペースにできればと思ってます。この半分ぐらいのスペースから向こうが、この辺が寝室みたいな感じになっていて、庭側には大きな窓がこう来るので、庭というかドッグランというか、これを見ながら窓の外を眺めることができると。そしてこっちの端のこの端っこのスペースがトイレです。という形でトイレと寝室と居間っていう3つだけの部屋の簡単な構造のお家です。で、今の話だとお風呂ないのってことになっちゃうと思うんですけど、お風呂は外に作ります。ここのスペースにお風呂が来ますね。この辺にちょっとまだ設計ができてないけど、この辺に2メートルぐらいこう場所取って、2メートル2メートルかそれぐらいこう取って、薪窯風呂、この辺にステンレスの浴槽を置いて、この辺に薪窯風呂を置いて、ステンレスの浴槽にお湯をこう温めて送るというような形で、お風呂小屋みたいなのを隣接させるような感じですかね。家の庭にわらびが生えてるんですよ。で、なんで山菜好きの私としてはもう自分の家の中にわらびが生えてるなんて最高なんですけど、うちの奥さんはちょっと枯れてきちゃってるのが多くて汚らしいから
草刈り機で刈ってくれってずっと言われてたんですけど、まあ山菜好きにとっては自分の庭にわらびが生えてるなんてちょっと最高じゃないですか。なんでここは草を刈らずに来年増えるようにちょっと今年は全く刈らないで取っておきました。あとわらびもそうなんですけど、家を出たすぐ目の前にですね、このタラの木が生えてます。このトゲトゲが特徴のタラの木。来年はこのタラの木もタラの芽を取って天ぷらで食べたいと思います。まあこういった感じで家の中、家のすぐ外にこう山菜が生えまくってるっていう、そんな場所です。来年わらび、タラの木が楽しみですね。滝やぶもすぐ近くにあるので、タケノコも来年取れるかなと思ってタケノコも楽しみにしてます。山栗とかもこの辺はもう栗の木がいっぱい生えてるので、この山栗とかもたくさん取れるみたいですね。来年の今頃はまたこの栗もたくさん取りたいなと思います。こんな感じの場所でこれから家を建てて山菜食べたり釣りしたり狩りをしたり菜園したりのどかな生活をしていきたいなと思います。